はいどうも皆さんこんにちは。今回は白鷺の絵の戦いについてお話ししていきます。大化の改新の最中に起きた朝鮮半島での戦いですね。ここで疑問に思うことは、なぜ朝鮮半島の戦いに日本が関係したのかということだと思います。それを理解するためにも、まずはこの頃の朝鮮半島の情勢について見ていきましょう。この頃の朝鮮半島は3つの国が並び立っている状態でした。その中でも新羅という国は西の大国唐と手を組んで半島を統一してやろうと考えていたのです。こうして唐・新羅連合軍が結成されたことにより、百済は挟み撃ちを食らってしまい、百済は滅亡してしまいます。この百済にいた人々が百済復興を目指して抵抗を続けていき、日本に助けを求めてきたことから、日本が朝鮮半島の戦いに関わることになっていくのです。彼らの要求は、百済に援軍を派遣してほしい、人質として日本に来ている百済の王子宝生を送り返してほしいというものでした。つまり百済の人々の計画は、百済の王様の息子である宝生を新しい王として百済を復興するというものでした。当時の日本は大化の改新の真っ最中、少しずつ国内情勢も落ち着いてきている中での外交問題です。ここは慎重に考えなければいけません。考えられる選択肢は大きく分けて2つでした。一つは百済を助けるという選択、もう一つは百済を見捨てるという選択です。もし百済を助けた場合は、唐と新羅を敵に回すことになります。当時の日本は唐の強さを知っていましたので、できればこれは避けたい選択だったでしょう。しかしかといって百済を見捨てた場合は、朝鮮半島は新羅と唐によって統一されてしまうので、次の目標は日本になるだろうということが予想されました。どちらを選んでも茨の道という難しい選択を迫られた日本でしたが、最終的に日本が選択したのは百済を助けるという選択でした。斉明天皇たちは筑紫の国、現在の福岡県あたりへと出陣。こうして始まったのが白鷺の絵の戦いです。斉明天皇一行たちは大陸に近い筑紫の国に拠点を築き、唐・新羅連合軍と戦う準備をしていきます。しかしこのタイミングで斉明天皇が崩御してしまい、以後斉明天皇の息子の中大兄皇子が日本の軍勢を指揮していきます。戦いの準備の真っ最中だったので、中大兄皇子は母の死を悲しむ暇すらなかったことでしょう。日本からの援軍が到着したことにより、百済の人々は大いに喜んだことだと思いますが、そんな喜びもつかの間、唐・新羅連合軍により少しずつ城が落とされていきました。日本は第二陣として救援を再び送りますが、唐もこれに対抗して救援を送り込んできました。そんな時、百済軍の中で内紛が起きてしまい、不安定な状況のまま戦いへと発展していくのです。なんとか救援に駆けつけた日本の軍勢ですが、唐の軍勢の方が先に到着して待ち構えていたので、この段階からすでに日本軍は劣勢となっており、左右から挟み撃ちされる形で大敗を喫します。唐に残された資料によると、煙と火が天にみなぎり、日本の船は400艘が海に沈み、白鷺の絵は日本軍の血で赤く染まったと言われています。一方、陸上の戦いも百済の敗北に終わり、日本と百済の連合軍は敗北、百済復興が遂げられることはなかったのです。こうして百済は完全に滅亡してしまい、唐・新羅連合軍の力が日本に及ぶのは時間の問題となりました。中大兄皇子は来たるべき唐との戦いに備えて国防を整えていきます。こうして国を守るために九州北部に築かれたのが水城です。現在でも福岡県にはこの遺構が残っており、長く伸びた森のようになっています。この水城は九州最大の拠点である太宰府と侵略経路となるであろう博多湾の間に築かれた防衛機構となっており、この水城だけでなく大野城や紀伊城、さらには後方支援のための菊池城など、多くの朝鮮式山城が国防のために作られました。ここに先盛を派遣して唐・新羅連合軍からの攻撃に備えたのです。ちなみに唐と新羅が攻めてくることは実際には起こりませんでしたので、これらの城が当初の目的として使用されることはありませんでした。さて、中大兄皇子は九州から引き上げて大和へと戻り、都を飛鳥から大津へと移します。近江大津宮への遷都です。こうして都を移した中大兄皇子は大津宮で即位、
天智天皇となるのでした。その後、天智天皇は大化の改新の総仕上げに取り掛かり、天皇中心の国家形成を進めていきますが、天智天皇が即位した翌年に側近中の側近だった中富の鎌足が56歳で病死してしまいます。天智天皇はその功績をたたえて、位としては最高の大職官という位と藤原という氏を与えました。これが平安時代に大活躍していく藤原氏の始まりです。その後を追うように天智天皇も藤原鎌足の2年後に崩御、46歳の人生に幕を下ろしたのでした。さて、いかがだったでしょうか。天智天皇の死後、その行為をめぐって弟の大天皇王子と息子の大友の王子が対立し、大きな内乱が起こります。ということで、次の動画では人心の乱についてお話ししていきます。それではまた次の動画で。